はい、大牛座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。今回もご視聴ありがとうございます。今回は12月年末までの大牛座さんの恋愛運を見てみたいと思います。お願いします。恋愛、今ねパートナーがいるとかいないとかに限らず、誰かとの関係を気になってらっしゃる方はぜひ参考にしてください。もちろん皆さんそれぞれで一人一人の状況によって違うとは思うんですが、大牛座さんに共通した何か恋愛での学びとか人を通しての気づきっていうのがどんなものがあるのかなっていうのを見てみますね。ですので参考にできるところだけ参考にしてください。そしてこれから出会いがあるかなっていう方も最後に見ますね。ちょっとお待ちくださいね。行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。まず2人の関係性ですね。この年末までの関係性はペンタクスのキング逆です。ちょっと後で解説していきますね。なるほど。はい。感じることがいっぱいある。早く言葉で伝えたい。まず2人の関係性においては、一進一退しながらでもここまでちゃんと2人で築き上げてきたものがありますねっていう感じがあり、でさらにこうやって一進一退しながらでも時間を共にしていくことによってさらにこの関係性って深くなっていってるんだよっていうことをまず言われています。まずもう最初の2人の関係性学びはって言った時にこのペンタクスのクイーンペンタクスのクイーンの逆なんですね。でこのデッキではこれはなんていうのかな、すごく需要が深いというか、お互いの自然なエネルギーから成り立つものがあるよっていう感じなんですね。要するにバチッとね分かり合ってもう最高みたいなとか楽しいとかっていう感じではないんです。年末の間っていうのはやっぱり今外側の世界もすごい逆行してるし、惑星もいっぱい逆行してるし、なんか忙しいしっていうのでバタバタしてるんだろうなと思います。で特にお医者さんにとってはここまでようやくたどり着いたんですみたいな感じがあるんですよね。いろいろ傷を負いながらもというか大変だったこともあるけど、でもなんとかここまで来たんですっていうね。なのでここまで来れただけで十分大成功なんですけど、なんかこの状況にまだ相手は不満を思っているとか、完全に喜んで受け入れられていないっていうふうに思うかもしれません。ここでソードの6だったりジャッジメントの逆が出てるんですね。で相手も相手でここまで一生懸命やってきたよって、歩みの速さは違うというか歩み寄りの速さが違うとかタイミングが違ったかもしれませんが、相手は相手なりに自分の感覚っていうものを少し調整しながら大下さんに合わせてきたこともあるし、なんかお金をかけてきたこともあるし、ゆっくりだけどちゃんと関わってきたんだみたいな感じなんですよ。大下さんが満足してなかったとしても自分ではちゃんと抑えてるんだよみたいな感じがあるんですね、相手の方は。だけど今やっぱりこの相手の方っていうのはソードの3の逆が出ていて、なんか自分じゃ役不足なのかなっていう感じで思ってますね、大下さんに対して。でお医者さんはただただ忙しいだけとか、ここまで超えただけで精一杯だからちょっとゆっくりさせてみたいな感じで、ちょうどいろいろ状況も変わりやすい時ですし、星のエネルギー的にはすごくいろんなエネルギーが飛んでますしね。そしてお医者さんはもう来年から変わるって決まってる方も、何か新しい環境っていうものが今目の前にある方もそうですけど、ふーみたいな、やっとここまで来たっていう状況の中だから、そんなに相手のことをすごくケアして一緒に楽しもうねっていう余裕がない。でそれに対して相手の人も、なんかせっかく状況変わったからもっといい関係になれると思ったのにそんなことないのかなっていう感じでちょっとだけ寂しく思ってるなって感じです。でもこれはね今この状況の中では仕方がないことっていう形で、奥にはすごいたっぷりとした愛情があるし幸せな感覚っていうのもあるんです。なのでそれは大丈夫なんです。ここまで来れたじゃない2人でみたいな感じでちゃんと育ってきてるしなっていう感じがあるんです。それがね、何か自分が何か違うものになって関わっているのではなくて、自然な自分で向き合ってきてやっとここまでたどり着いたよねお互いにっていう感じがあるので、なんか2人の関係性っていうのを見た時にその背景には
なみなみとなんか水が流れているとか、なみなみとした愛情がある、喜びがあるっていう感じで、なんかそんなこれがあるから大丈夫とか、なんかこれをもらったからはい愛情がありますとか、そういうもんじゃないんですよね。もっと大きな大きな人生の成功だなっていう感じがします。この人と関わったこと自体が。だからすごい大きな海というかね、川のような中でこう2人がいるんですけど、2人は非常に疲れているみたいな感じがあって、ちょっと2人だけの世界を今作り出してるかっていうと、そうじゃないんだなって感じがしますよ。でもまあもしね、もうちょっと待ってくださいね。もう少し感情を見てみようかな。ちょっとなんか寂しかったり感情的に何か求めてますね、相手の人は。なんかね、相手の方は自立っていうカードが出ていて、なんかまるで自分がこの関係性ここまでたどり着いたからこそ自分は自立しなきゃいけないんじゃないかとか、もしくはあと大志田さんが自立して自分から遠くに行くんじゃないかみたいな、そういうような感覚があるみたいです。でも自分は何もしてあげられないからちょっと寂しいみたいな、そんな感じですよ。で大志田さんは恐れ。そっか。ここでもなんだかこうまるで自分が受け入れられていないかのような感じがするって少しだけ思ったんですけど、結局大下さんは大下さんで相手に嫌われることを恐れていたり、自分がやってることで相手を怒らせるんじゃないかみたいな、相手に嫌な思いをさせるんじゃないかっていう思いがあって、なんか余計なこと言えないというか、ちょっとこう気を使ってる感じがあるんですよね。で相手は相手でなんか自立しなくっちゃとか、もしくは大下さんがこれから頑張っていこうとすることに対して応援する気持ちあるけど、なんかもう自分の手の届かないところに行くとか、そういうこうなんか寂しい感じ、見送らなくちゃいけないんだみたいな感じがあって、お互いに違う世界観でお互いを見てるなっていう感じがあります。でも忘れないでくださいね、その奥にはなみなみとした川が流れている、愛情の川が流れてるわけです。でどうしたらいいのっていう対策なんですけど、お互いにね愛情あるんですよね。でもそれをあんまり出してない感じがします。で特にこの相手の方はここまでやってきたっていう、そのなんかお金をかけてきたっていうのもそうかもしれないし、何かこうお金にまつわることがあるのかもしれないですね。問題というか課題に思ってるかもしれません。もっと自分が稼がなければいけないとか、もっとこの人にお金をなんか使わなきゃいけないと思ってるのか、何か自分の収益、稼ぐお金っていうものにもすごくこだわっていますし、そしてなんか深い深い愛情があるのに、それをどうやって示していいかわからないみたいな感じがありますね、相手の方はね。そして大下さんは大下さんで、またねここからねちゃんとね紡いでいけるっていうか、関係性が続いていけるんですけど、やっぱりカードで言われてるのは恐れないで向き合ってねっていう感じがしました。大下さんはなんかこう余計な問題を起こしたくないし、やっとここまでたどり着けたんだからっていう感じなんですけど、もう一歩相手にちゃんと向き合ってみてほしいなって感じですよ。ちゃんと顔を合わせるというかね、相手の意見を聞くとか自分の意見を言うとかっていう形で向き合うっていうことをすることによって、もっと相手は安心するなって感じがしますよ。ちょっとねどうしたらいいのかなっていう対策を見ています。真実を伝えましょうっていう感じですね。真実、トゥルース、心の鍵を開けましょうって感じかな、お互いに。ちゃんと超えていけるよって言われてます。これワンドの2なんですけど、どっちの道を行ったって今私が感じるのはね、この年内はおそらくなんか忙しいとか誤解があるとか、そういうので少し感情が一致してないっていうふうには感じたとしても、その奥にはたっぷりのその感情の波があるっていうかな、こう川が流れていて、本当に成功なんだよって、この人と関わってること自体は素晴らしいことなんだよということと、真実を見ましょう、真実を伝えましょう、心の鍵を開けましょうということで、そうすることによって2人でまた見ていける現実があるよねっていうふうに言われています。ちょっとね年内受けられる恩恵とかどうなんでしょうね、どうなっていくんでしょうね。
楽しみっていうことで、なんかいいですね、流れていく感じですよ。ちょっと待ってね。解放と楽しみっていうカードが出ています。どちらもなんか明るいですよね、とってもね。だからあれです、ちゃんとこの年末までっていうので見ましたけども、落ち着いたらお互いにちゃんと楽しめるし、心をオープンに話せば、ああそうかっていうことで分かり合えるし、ここまで来れたねっていう喜びを感じられるみたいです。すごく楽しいですよ、これは。何か特別なイベントがあるからとかいうことではなく、なんかお互いの状況、ここまで頑張ってこれたというお互いの状況や気持ちをオープンに話し合うことによって生まれる未来の可能性というものがあり、それがとても心を温かくしますね。とてもいいです。パートナーさんのことはここぐらいまでにして、ちょっと新しい出会いがありますかっていうのをちょっと見てみますね。年末頑張ってほしいな。どちらかというとお医者さんは今環境が変わろうとしてるっていうことの方がテーマが大きいので、変わった後の関係性っていうのは非常に望めますよ。期待できますよ。新しい出会いありますかという質問に対してソードの10、そしてペンタクスの4、ソードのキングということで、何か新しい出会いを求めるにあたってはすごく勇気がいるって感じがしますね。なんか自分がこれまで大事にしてきたものや自分自身っていうものを大事にしたいんだって思いがすごく感じるんです。自分が大事にしたい自分の感覚や価値っていうものがあり、それをなんか誰にも批判されたくないんだと。だから誰かと向き合っていきましょうとか関わっていきましょうってなった時に、何かまた傷つけられるんじゃないかとか批判されるんじゃないかみたいな恐れがあり、ちょっと自分からね、じゃあ出会いに行きますとか心をオープンになんか開けますみたいな感じではないんですね。なのでこれはお医者さん自身が本当にさっきのパートナーのとこでも出てきたように、心のドアを開くかどうかっていう感じがします。なんかもうね、ペンタクスの4っていうのはなくしたくないんだみたいな感じで、自分の価値っていうのは自分がしっかり持ってるからこれでいいんだ、私はこれでいいんだみたいな感じがするんですよね。でもし全然それでいいのであれば全然いいんですけど、新たな出会い求めますかっていう、新たな出会いがありますかという質問に対して、いや私はこれでいいんだっていうカードが出てるってことは、すごくその他者からの批判や妨害の自分のエネルギーを汚されるっていうのかな、なんかそういうことを恐れてるのかなっていう感じがします。でこれはおそらくね、今までちょっと厳しいことを言う人が周りにいたのかなって感じがあるんですけど、さっき見た心をオープンにねとか楽しもうねとか解放しようねってもっと明るくてあったかいエネルギーなんですね。だからその感覚で自分があったかいよってあったかいものを受け入れるよっていう感覚で人に向き合ってもらったら、すごくそこにまたあったかさが生まれてきます。なので出会いありますかっていう時にすごくお医者さんが硬くなってる、傷つけられないようにしながら人と関わるって言ってるから、内から抜いてねみたいな、もうちょっと適当でいいよっていう感じ、その方が出会えるだろうし楽しめるんじゃないかなと思いました。はい、ということで最後にもう一枚ラブメッセージ引いてみたいと思います。お医者さん、はい、これはチルドレンということでこのカードが出ましたが、いかがでしょうか。もしかしたら子供時代の自分の愛着、誰かとの関係性においた癖っていうものが今またパートナーシップとか新たに人と出会うという時にすごく関わっているのかもしれませんねということで、自分の小さい頃の人間関係や親との関係っていうのを思い出した時に、自分はこういう癖あるなみたいなことをね、認識するだけでもいいかもしれません。もちろん認識して変えていければ一番いいんですけど、何かその子供時代のことや子供のことっていうのが気になって新たな出会いや関係性っていうものに躊躇してるのかもしれませんね。でも変えていけますよ。はい、ということで何かしら参考になったら嬉しいです。また12月はライブもありますし、年間のねリーディングもまたアップする予定ですので楽しみにしててください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。